どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は半導体会でございます。後ろにあるようにね、新半導体社会人に送ると半導体製造工程になっております。半導体沸騰しておりますが、非常にね、日本政府も半導体の方を向いてくれております。で、半導体に対して投資がもう止まりませんということで、人材が足りないと。しかし新しい人材は半導体業界に来て、半導体ってそもそも何ですか、2ナノメートルみたいな、作り方みたいによくわからないので、それがわかりやすい動画作ってまいりました。過去にも作ってるんです。そのリバイスでございます。スポンサーは NS ツールさんですね。日清工具の温度メディアが開放になりまして、これ昨年5月にも日清工具さん取り上げさせていただきました。非常に小径のエンドミルに特化しておりまして、電子機器、半導体もですね、その最たるものでどんどん微細化していくと。もうそういった微細化していく業界にはですね、もう必須の工具になっております。そういった日清工具さんが温度メディア、しかもここグローバルニッチトップナンバーワンでございますから、ぜひね、覗いてあげてください。概要欄に貼り付けておきます。ということで、行ってみましょうと。まずは、半導体の基礎の基礎ですね。半導体、どういったところで使われておりますかね、どれだけ身近なものかっていうのを皆さんにご理解いただくと。工程などは後半でさらに細かく見ていきますが、まずはお付き合いください。そこにね、スキップいただいても結構でございますと。年間の消費量は1兆個です。皆さん1兆個。すごいでしょ？日本人は年間ですね、100個以上消費しております。例えば iPhone ね、新しいの買うじゃないですか。iPhone を開けてみると、こういった基板が露出すると。そこの基板にですね、こういった半導体チップが載っております。もちろんそれだけではなくて、これは演算を得意としている半導体でございますが、カメラ、複眼じゃないですか。こういった CMOS が載ってるんですね。スマホの半導体搭載数はなんと50個前後と。1個に50個も載ってる。皆さんね、身の回り見ていただくと分かる通り、こういった PC とかテレビですね。あと、こういった Bluetooth イヤホンとかゲーム機ですね。すべての電子製品にこの半導体というものは搭載されておりますし、クラウドサービスですよね。皆さん OneDrive とか Google ドライブとか使うじゃないですか。そしてネット通信してリアルタイムで戦ったりするじゃないですか。そういった場合っていうのは情報がクラウドに上げられてクラウドで処理されてるんですね。そして通信もされてると。産業のインフラを支えるまでに重要度が増すと。もうデジタル時代には必須と言っていいのが半導体でございますと。の半導体でございますが、どこから来てるか。こういったウェーハーがありますね。ウェーハー、加工済みでございます。で、ここのウェーハーからチップを切り出して載せてるわけですね。こういうパッケージされてるわけですけども、これを開けてみるとこういった半導体が書かれていると。半導体には回路がびっしり描かれております。ウェーハーから切り出されたチップ、パッケージされたものがこのように実装されるわけですね。実装とは基板に部品を搭載することを言います。その他にも、例えば AMD の EPIC、もっと今は新しいものが出てきておりますが、第3世代ですね。第3世代はこういうような構成になっております。ね、半導体チップがこのようにいっぱい乗っけられていると。合計9個載せられていると。これはチップレット技術と言います。この半導体の大きさでございますが、時にはですね、小指以下ですね。ここの爪でございます。爪以下の面積に対してこの魂を捧げてですね、革新を皆さんされていると。そして今回この半導体の製造工程を解説するわけでございますが、僕が独自にやってるわけではなくて、このスクリーンさんに訪問をしていると。そのスクリーンさんとコラボしておりますので、スクリーンのレビューが入るわけですね。ということで皆さんには、よりですね、正しいというか、業界の方々がですね、そういうような工程になってるよねっていうような、ある意味お墨付きを与えられた動画になっておりますので、精度の高い動画になっていると。このスクリーンの紹介をさせていただくと、スクリーンというものは半導体製造装置メーカーになっておりますが、半導体製造装置業界、なんとグローバルで世界第2位につけると。半導体の市場が約50兆円を超えて70兆円ぐらいかなみたいな感じですね。30年には100兆円市場にも行くというふうに言われておりますが、この半導体を作る半導体製造装置市場も今右肩上がりになっておりまして、これも非常に活況であると。年間ですね、10兆円程度が動くような産業になっております。これがですね、週刊エコノミストから作りましたが、この半導体製造装置のシェア、日本は世界2位とか3位につけております。じゃあスクリーンさんどこにいるかっていう、ここでございます。洗浄工程でグローバルナンバーワン企業になっておりまして、まさに世界を代表する装置メーカーといっていいと思いますと。そしてこの半導体製造装置でございますが、日米欧が強いわけでございますが、欧米も強さを誇っていると。で、どういった工程で欧米が強いかというと、もう科学はですね、
彼らの方が強いと言っていいと思います。これは太郎独自の見解でございますが、先ほどのシェアありますよね。ここで見ていただくと CVD とかスパッタみたいなんですね。もう科学ゴリゴリの力ですね。頭脳戦が必要な工程は、逆に日本は弱いと。トライアンドエラーを延々と続けるですね、忍耐が求められる工程、まさに戦場みたいなものはですね、日本が強いわけですね。ゴリゴリの頭脳戦になると、やっぱりここら辺ってやっぱ欧米の方が一枚上手であろうと。こういった最新のですね、GAA 構造みたいなことを言われていますが、2ナノメートルですね。その次ももう見せられてるわけでございますが、最先端の半導体構造も日本では作れなかったんですね。本来であればこれ、産総研が作ってもよかったんですが、これは生み出せませんでした。なので iMEC ですとかアルバニー IBM ですねからこういった構造をもらってラピュタスもやっていくということになっております。結果からですよ、科学の総合力では日本は劣っていると言っていいと思います。しかしながらまだ一部で強さを保有する日本の半導体業界でございますし、例えば半導体製造装置であればグローバルで2位なわけですよ。グローバルで考えれば200の国と地域がある中で2位でございますので、圧倒的上位というふうに言い換えていいと思います。では日本が保有する強みでございますが、半導体そのものは実はですね、弱いんですね。わずかもう現在時点ではシェア 10% ぐらいに落ちちゃってると。強さを保有するところで言えばソニーの CMOS ですね、イメージセンサーとか記憶視野のナンドフラッシュメモリですね。皆さんね、パソコン使っていろいろ記憶するじゃないですか。もう記憶視野のナンドフラッシュメモリが使われてたり、 iPhone ありますよね。 iPhone のフラッシュメモリ多分おそらく記憶視野だと思います。バリバリここ強いと。でルネサスですね、マイコン作ってると。これは自動車関係の曲がれとか止まれみたいなね、そういった指示をするような半導体、非常にルネサス得意ですね。一部の半導体では強さがあるが、シェア 50% 昔は日本あったんですよ。そこから無残な現状と言っていいと思います。これがグローバルの半導体のシェアを分け合ってる図になってます。経産省から持ってきております。強さを持つ多くの半導体メーカーは外資ですね。インテルとかサムスン、 TSMC とかブロードコムとかクアルコム、 NVIDIA、 AMD、 ここら辺もう全部アメリカですね。しかしながら半導体を支える材料とか装置ではもう圧倒的な強さを保有してますと。数字は経産省から持ってきておりますが、例えばこういった装置シェアですね、先ほどお伝えしたようにTOF装置とかですね、 CVD とかエッチングとか洗浄は強いですよと。こういった東京エレクトロン、スクリーン、アドバンテスト、ディスコ、エバラ、東和さんとかですね。東和も先日言ってまして、このパッケージの後工程の樹脂を固めるような金型装置作っております。半導体チップ製造にはこういった製造装置がもう必須でございます。それだけではございませんと。化学メーカーですね、シリコンウェハーとかレジストとか風刺材、こういったところ強いです。信越化学、サムコとか三菱レゾナックとか強いですね。半導体チップ製造には材料とか化学薬品もまた必要でございます。つまりところ日本は半導体を構成するエコシステムに大きく関連しておりまして、ここで強さを持っていると言い換えていいと思います。そもそも半導体製造としては劣勢になったということで、やっぱ半導体のシェア落ちてるじゃないですか。そしてようやくですね、日本政府もやっとこの半導体は補助金を出さないとやっていけないビジネスっていうことに気がつきまして、お金を拠出することになりますと。各国の補助金体制を見ていきたいと思いますが、これすごいですね。もう中国になって5兆円と大盤振る舞いでございますと。で欧州はデジタル移行、ロジック半導体、ハイパフォーマンス PC ですかね、量子コンピューター、量子通信インフラに約20兆円ですね。17.5 兆円と。台湾もゴリゴリにやって、サムスン3世を保有する韓国もやっていくぞと。まさに巨額がうごめくと言っていいと思います。日本企業は孤軍奮闘でお国からですね、もう予算つけてもらえずですね、企業の一部門で戦っていたと。それだけではないと思うんですが、結果としてここですよ。日本もともとここにいたんですが、もう凋落ですわ。もう崖をですね、転がり落ちるようにですね、視野を失っていったと。今まで政府は半導体にお金を使ってこなかったんですが、もうビジネスモデルが変化してると。企業の一部門としては到底戦えないような感じになっていると。もうそれは負けるよねと言っていいと思います。ロジックやメモリーで圧倒的敗戦をした経緯がございます。半導体そのもの、要するにいろんな、例えば iPhone、PC、いろんなものに使われていると。もう産業のコアであると。この半導体そのもののパワーを取り戻す必要性に日本も駆られてるわけですね。やっと日本が半導体に目を向けるようになった
わけでございます。じゃあ日本以外が半導体をどのように捉えているか。各メーカーと各国の動きでございますが、これインテルですよ。インテル。ゲルシンガーさんがですね、給料約200億円でございますが、このゲルシンガーさんはインテルのトップですわ。この方が欧州に行ってですね、1兆円ぐらい補助金をよこせということを言ってるわけですね。非常にアクティブだと。で、その他にもアリゾナ州に200億ドル投資するから、そこに対して補助金くれよみたいな感じですね。TSMC もこういった最先端作っていくような動きがございます。で、各国ですよ。台湾も2.7兆円とかですね。これも経産省の資料でございますが、韓国も1000億円とかですね。いろいろ半導体関連産業に大盤振る舞いでございます。メーカーと各国が補助金をめぐって熾烈な綱引きを展開していると。半導体産業とは助成金と連動することがもう当たり前だのクラッカーになっておりまして、そういったもうビジネス構造になってるわけですね。そうじゃないとやっていけないと。TSMC みたいなですね、トップオブトップはまた違いますよ。補助金があるとは思うんですけども、例えばですね、僕台湾にも訪問しました。で、台湾に行くとですね、誰が一番モテるの？それはですね、もう TSMC の技術者だろうと。モテモテやぞと。だからみんな TSMC の技術者目指すわけですわ。それも台湾中の頭脳が、2000万人の頭脳が TSMC に向くわけでございますから、それはもう勝てるよねと。そして儲かるよねっていう感じでございますが、他の国、他のメーカーは違うというわけですね。もう補助金ないとやっていけないと。ということで、相次ぐ日本の半導体投資が始まりました。世界のナンバーワン半導体企業、TSMC もなんと我が日本に来てくれると。TSMC、ソニー、デンソーが合併し、ジャスムですね。ジャスムじゃあどこにあるかっていうと、もうソニーの隣にあると。東京エレクトロンがここにあるわけですね。僕、工場プロジェクトもやってるわけですから、工場やっていくぞと。切削加工やっていくぞと。ジョブショップやっていくぞっていうことで、ここの近くのジョブショップに僕は修行をつけてもらいに行ってくると。ということで、切削加工のですね、オペレーターさん今募集しておりますので、一緒にやりたい方はぜひ DM くださいと。さらに、アップルの CEO ティム・クック氏もソニーを訪問してるわけですね。なぜ訪問したかというと、ソニーのこの CMOS を iPhone に搭載してるので、うちに TSMC できるんでしょうみたいな、もう供給体制、サプライチェーンしっかりしてよっていうことを言ってるわけですね。iPhone に利用される CMOS 等をここで製造することはもうわかるよねっていう感じですね。最大ですね、この TSMC の熊本工場には4760億円が助成されると。すごいよね。4760億円ですよ。すごくない？そしてラピダスですよ。小池社長とこれものづくり太郎です。ね、この動画も上がってるんで面白いんで見てくださいと。ラピダスの挑戦でございます。最先端2ナノメートルの実現を目指すということで、もう波及効果凄まじくですね、経済が今動態してると。そしてすぐ挿入しました。今日は5月の22日に撮ってるんですけど、先週の金曜日ですよ。マイクロンの広島工場に2000億円政府支援みたいなね。ということで EUV 露光装置が来るというサプライズということでございますね。わっしょーいって感じですね。もう湧き立つ半導体関連産業と人材争奪戦が勃発しているわけですね。これ熊本の NHK でございますが、熊本にこの TSMC が来ますと。そうすると各メーカーがこういう風に寄ってくるわけですね。熊本で人材を確保しなければならないと。例えばエバラさんですよ。CMP ね、世界ナンバーワンかナンバー2ですわ。生産ラインを増設みたいなこと言ってるわけですね。各メーカーが進出増産体制へなると。ということは採用も難しくなるわけでございまして、日本経済新聞でございます。TSMC ね、初任給28万円と。28万円ですよ。しかしこれ TSMC からすれば、28万円ぐらいで雇えるんだ。安いぐらいに思ってんじゃないかなと思いますね。安くなった日本っていうことで、もう日本、過去中国人が日本に来れば中国に豪邸が建つということを言われた時代は今久しいと。初任給28万円、日本人の度肝を抜くと。九州の既存企業からは賃金には太刀打ちできないとの声が溢れ返っているわけですね。なのでポジティブに考えてる経営者もいればネガティブに考えてる経営者がいると。反買いそうですが、そのくらいにしないといけないんですよ。そういった風に製造業を持っていかないといけないっていうのが我々の使命だと思います。そして TSMC の部長クラスであれば年収が1億円、2億円を超えると。3世ではですね、1億円プラス家、通訳、送迎がつくと。そういったビジネスなんですね、半導体っていうのは。だから28万円安いね、日本の労働市場みたいな感じで思ってるかもしれないですね。しかも円安と。大学関連も湧き立ち、人材がまさに不足していると言っていいと思います。つまるところ、このプレゼンは新半導体社会人に起こるつまらないじじいどものですね、クソ研修とおさらば願いたいと。もうおっさんどもはですね、もうものづくり太郎が分かりやすい動画上げてたからもう見せてあげてくださいと。それでいいですわ。1時間でこの動画流しますって、もうそれで OK ですと。ということで、この新社会人ですね、感謝してくださいと。図に乗るなという感じでございますと。ただスクリーンさんとコラボしてるんでね、こんなありがたい機会ないですね。
大まかな半導体製造工程を言ってみましょうと。半導体のバリューチェーンから皆さんね、ご理解いただく。半導体が製品に組み込まれるまでの流れということで、もうウェハーの製造工程だけやってもよくわからないと思いますので、実物ベースでいきたいと思います。まずは、ウェハーを作りますと。ね、ウェハー作ると。そして、そのウェハーに対して、こういったインテルとか TSMC がファブを持ってますんで、ファブの中でこのウェハーを加工すると。で、その時、検証もしますと。で、その検証が終わった後に、半導体書いていくんですけども、その時使われるのが半導体製造装置ということで、スクリーン、東京エレクトロン、AMAT とかエバラとかね、ラムちゃんとか ASML がいると。で、その後、この半導体を切り出してですね、大里と呼ばれるようなところを切り出して、ディスコさんのグラインダーでバーバーやってきますわ。それで、パッケージした後にパッケージされた半導体を、こういった電子機器にこういう実装技術ですね、富士とかパナとかヤマハ、実はこういったチップマウンターですね、 PCB に実装機を使ってですね、半導体を置いていくんですけど、この実装機日本メーカーで約8割シェア持ってると。めちゃくちゃ強いんですね。工作機械なんか目じゃねえという感じで、これもう日本の技術、ドイツが 20%、25% ぐらいなんですけど、これもう卓越してますね。そしてウェハーの製造工程ありますね。高純度に加工したウェハーをファブで回路を描いていくと。これが半導体前工程と言われるものでございます。今だとモアムーアみたいな感じで言われると。で、その後加工済みウェハーを切り出し、固変化したものをパッケージすると。これが後工程でございます。モアザンムーア。もう半導体の前工程だけでは革新ができないと。革新ができるんですけど、それだけだともう足らんということで、後工程でムーアを超えるようなインテグレートをしようというのが後工程。だからモアザンムーアですね。さらにパッケージしたものを基板上に実装し、実装済み基板を製品の中に組み込むと、組み立てると。これが実装組み立てになっております。多くは工程ごとでバラバラでございますので、そこをご認識いただけると、なるほどなと。まずはウェハーの製造工程をいきたいと思います。ウェハーの製造工程でございます。よくね、動画のコメントでウェハーだろうとか言ってくるんですけども、英語をどういうふうに呼ぼうが、もう全部ウェハーですから。そういった細かいところ言ってくるんじゃねえと。全部正しいです。はい。セミスタンダードでウェハーといいんですけども、そこじゃねえだろ本質はって感じですね。はい、ウェハーも半導体の性能を決めるキーファクターでございます。このウェハーの原材料でございますが、珪石と呼ばれるですね、地球上に2番目とか3番目とか1番目に多いですね、石ころでございますと。この珪石をアーク炉で還元します。純度を高めていくと。ということで、金属シリコンになります。純度としては 98% の 99% でございます。これだけだと足らないですね。多結晶シリコンにするということで、このですね、金属シリコンをドロッドロに溶かしてですね、蒸発させると。そこに対してですね、水素と反応させるということで、ものすごいエネルギーが必要なんですけども、これシーメンス法もしくは G メンス法と言うんですが、そして純度を高めますと。で、その後純度を高めた11.9の高純度、超高純度ですわ。11.9っていうのは 99.9999999999999 もうわからん。この9がですね、11個とか12個つくようなものでございます。それを回転引き上げということで、ここに種があるんですね。この種の純度がここのインゴットにですね、フィードバックされますので、種の純度と同じ純度になって引き上げができるわけでございます。ということで、インゴットができますよと。これがウェハーの製造工程になっております。ウェハーができた後、このファブで回路を形成するとこうなりますよと。で、ウェハーですね、いろんな大きさがございます。じゃあなぜこのウェハーをでかくすればいいかっていうと、ウェハーサイズが大きいほど多くの半導体をこのように作成できるんですね。いっぱい取れということで、大量生産の時はこれはペイするよね。例えば iPhone とか1億台出るじゃないですか。ということは1億チップいるわけです。で、50個乗ってるんで50億チップ必要なんですね。そういった時は300ミリウェハーで作った方が効率いいでしょっていう話でございますと。ウェハーから回路を形成するこの工程ですね。この加工工程、精度によって違った回路が作られますと。必要な加工が違うので半導体製造装置も異なりますよと。つまるところ、多彩な半導体が工程が違うことによって誕生します。ファブによって製造能力も異なるというものはもう言わずもがなという感じですね。ウェハーはまさに半導体の出発点ですよね。出発点でございますと。ウェハーの製造のシェアの 50% を握る日本ということで、実はこのウェハーですね、めちゃくちゃ強いわけですね。シェアはこんな感じでございます。信越さんですね、化け物。で、サムコも化け物と。はい、日本経済新聞社から取ってきておりますが、このウェハーの300ミリウェハーとか200ミリウェハーあ
るじゃないですか。12インチとか8インチとか6インチとかあるんですけども、この出荷面積です。ウェハー面積がどのくらい出荷されたか、実はどんどん右肩上がりなんですね。半導体チップの総出荷面積が増加しておりまして、その分ウェハー原材料も必要でしょ。しかしながらこのパワー半導体の SiC になると、実は日本は影を潜めている。ロームさんがちょっとあるぐらいかなって感じですね。なぜ日本のウェハーメーカーが強いのか、シエンさんとかサムスンがなぜ強いんですか。これはですね、いろんな方に聞きましたが、他社のウェハーメーカーと比較し、最終製品にとって良いと。つまるところ、ぶどまりが向上するんですね。11.9とか超高純度でございまして、その超高純度であるがゆえに、できてくる半導体も良品が多くなるわけですね。ぶどまりをいかに上げるかが勝負の分かれ道でございます。じゃあ、ぶどまりって何かっていうと、こういったね、ウェハーあるじゃないですか。で、そこから半導体を取っていくんですけど、全てのチップがですね、半導体化するわけではなくて、こういう汚れがついちゃうと、これ使えないよっていうことになるんですね。そもそもウェハーに対して汚れがついていると、これ出荷できなくなりますので、つまるところ、半導体ウェハーから勝負は始まってるんですね。この純度が高いね、品質がいいのがこの新越とかサムコであると、そういうことがございますと。ファブはウェハーメーカーからウェハーを購入し加工を実行します。この後よく出てくる半導体工場ね、黄土色っていうのは黄色色ですよねのランプがついてると、あれは反応させないためですね、紫外線等でということでああいう色になってるんですけども、ああいった工場で加工すると、そのプロセスになると、こういった状態で納入されると。ここからウェハーに半導体回路を成形していく、俗に言う半導体プロセスが始まるわけでございます。ウェハーできましたと。ここですわ。ここの工程ですね。分かりにくくなっているのがですね、この前工程もフロントエンドプロセスですね。前工程も実は前後に工程が分かれてると。半導体関連従事者からすると、いやいや、前工程も前後に工程分かれてるのは当たり前だよ、みたいなことを思うんですけども、一般人にとっては、前工程も工程が分かれてるんですか、よく分からないっていうことになるんですね。はい、それをまず分かりやすくいきましょうと。これインテルのですね、トランジスタの進化の過程でございますね。で、今ですね、この10ナノ、7ナノ、4ナノ、3ナノっていう最新の iPhone は4ナノメートルプロセスでございますが、ここで競ってるわけでございますが、これ見てください。20A と呼ばれるものです。こうなってるわけです。これが今のというか将来のトランジスタでございまして、将来実現される半導体構造になってるんですね。これ半導体なのって感じですね。各メーカーが競っているプロセス革新でございますが、俗に言う2ナノメートルプロセスの構造は非常に複雑でございますと。で、1ナノメートル、この2ナノメートル、ナノメートルってどういった単位かというと、1メートルを10億分にですね、10億回カットしたものが1ナノメートルの長さなんですね。非常に微細でございますと。前工程を前と後に分けたり、ウェハーを貼り合わせたりするので、より構造が難しいと。これを皆さん説明せずにですね、半導体製造プロセスですよって説明するんで、後でよくわからなくなる。これも動画で理解できるようになっていますので、ご安心くださいと。それにはまずですね、半導体の基礎構造を押さえていきましょうと。半導体構造を理解すれば、概念や半導体製造が分かるようになってきております。NMOS でいきましょうと。これは MOSFET ですね。MOSFET。情報処理に特化した半導体の例で説明していくと。トランジスタの特性で、半導体の性能が決まってきますと。この性能を高めることで、日夜ですね、半導体技術は格闘しているわけですね。ということで、こういった NMOS ですね、基礎構造こうなってますと。基本的な動作をまず押さえていきましょうと。まずは電圧を引火しますと。ね、そうすると、この酸化膜ですわ。酸化膜っていうのはこのネズミ色のところですね。その下に電子が生成されるわけですね。で、電子が生成されるんですけども、こっち P 型基板になっておりますので、抵抗があるんですね。で、この電子の生成が少ないと抵抗と結びついちゃうので、それより多くの電子が生成されると、ソースからドレインの方に流れますと。で、電子とは反対の方向に電流が流れるようになってますので、電流が起こるよねと。この動作が、つまるところ半導体の01の処理になっているわけですね。例えばですね、この MacBook Air 2ですね、M2 の半導体が搭載されておりますが、簡単に言えばこのトランジスタがですね、100億個以上ここに描かれてますと。100億個以上の01の処理ができるので、皆さんですね、画面がスムーズに動くわけですね。要するに、いかにこの微細にトランジスタを構成するか、いっぱい描けば描くほどこの01の処理が可能になりますので、そういった競争をしているということですね。そしてこのトランジスタの構造が昔とは全く様変わりしているので、よくわからなくなると。先ほどのインテルのインテルプロセステクノロジーイノベーションと、こういう風にやっていくぜということでございますが、この90ナノ見てください。90ナノのトランジスタはこういう構造でございますと。2010年頃のプロセス、まだ二次元的でしたね。しかし、この2ナノメートルですよ。これ見てください、皆さん。めちゃめちゃ違うでしょ。やばいでしょ。何これ。どうしたのと。ちょっと待って、半導体くんと。大学デビューしたのみたいな。
これ全然構造が違うと。プロセスにどう影響するかっていうことですね。2ナノメートルのね、こういった構造がありますと。ここですよ。ここがトランジスタです。じゃあこの上は何かというと BEOL とバックエンドオブライン。半導体回路がですね微細になりすぎてるので信号を伝えるには信号線を太くしないといけないですね。その信号を伝えるための配線工程でございますと。処理ではなくて信号を伝えるための回路になってると。7ナノメートルあたりから革新が一気に進む。要するに直ではですねその信号を伝えられなくなったのでこういった複雑な回路が必要になってきてると。ゲートですね FEOL ここのゲートにつながる箇所は信号を拾うためここもより微細になってきてるということでございます。ということでここが微細になりすぎてるのでなんと MEOL ミドルエンドオブラインというものも登場してきておりましてこことこのトランジスタと BEOL をつなげる層が必要になってきてるわけですね。そしてやっとこさ、はい、ここです。FEOL とフロントエンドオブラインということでこれがトランジスタでございます。半導体のスイッチング、例えば演算等を行っている箇所でございまして、実はここの構造もですね、昔はこんなんだったんですけども、より複雑になっていると。構造も3次元的になるぞということが言われております。じゃあこの下は何ですか？下は何かというとですね、ここはですね、別ウェハーでございます。別のウェハーで加工してるんですね。ということは、後からこのウェハーをくっつけてる、貼り合わせしているわけでございます。FEOL や BEOL が微細になりすぎたため電線なんか思い描いていただければいいと思うんですけども電線が太ければ太いほどより少ない力で電気を送り出すことができるんですね。しかしながらこのトランジスタがですね微細になりすぎたため高抵抗になってるんですよ。要するに電線が非常に小さくなってしまったためもう上からもう電気供給できないわっていうことになりまして、後ろの方から裏から電気を供給してあげると。つまるところこことここを最終的に貼り合わせしないといけませんのでこの1決め技術が必要になってくると。つまるところ OSAT レベルではできなくなりますのでこういったインテルとか TSMC とかサムスンとかラピダスとかでこの工程もやらないといけないよね。よりインテグレーションが難しくなってくるわけですね。なぜこのような構造変化が起こるのかといえば半導体は小さければ小さいほどいいと、先ほど言った通りですね。ウェハーからより多くのチップを取得できるというメリットがありますね。今はですねこのコスト低減してるんですけども最先端はむしろその EUV 露光装置とか他の半導体製造装置が高くなってるんでもう価格下がらんわっていうことになってると。そして小さなエネルギーで動かすことができると。こんな感じでねトランジスタありましたね。基本構造がありました。チップが小さくなるわけですね。いっぱい取れると。そして同じ面積であれば処理がより多くなるということですね。単純に小型化すればいいというわけではなくて物事は単純ではございませんと。ノート PC を例えば性能そのままにですね小さくすると半分で4分の1にするっていうことを想像してみてください。めちゃくちゃ難しいでしょ。めちゃめちゃ難しいでしょ。小さく製造するっていうのは非常に難しいんですね。まず構成部品を小さくしないといけないと。そうすると小さい金型が必要ということは小さな加工が必要になってくると。要するに難しいということでございますと。駆動電流を高くすることが半導体の目指しているところでございましてちょっと難しい話になるんですけども電圧が高いとですねこのリーク電流が流れてしまうんですね。電圧が高いとリーク電流が発生しリーク電流が発生するとこのトランジスタ構造としてスイッチできなくなるんですね。処理ができなくなると01の処理ができなくなる満たさなくなると。電流を上げ電圧を下げることで省エネにつながる場合もあるんですね。ということでもう電流値を上げようとしてると。電圧が高いと消費電力が上がってですね半導体熱くなるともう半導体がうまく動かなくなるっていうこともあるんですね。しかし微細化するとこのゲート長です。ゲート長がここら辺のものがこういった小さくなりますので不足してしまうと。つまりジレンマが発生すると。もうリーク電流とかがですねめっちゃ発生するような構造になってしまうと。複雑化すると。つまり構造の改定が必要になったようになってるんですね。はい、ということで半導体の基礎構造がどのように進化してきたか表出ししていくとね。インテルのさっきのものありましたね。当時ですねこのインテルが7ナノメートルに戸惑るとかグローバルファンドリーズがですねこの微細化についてつまずいたとかあったじゃないですか。単純に細かく作ればいいんでしょってそういうわけじゃないんですよ。当時インテルもチックタック戦略がですね破綻しましたと。どんな技術革新があったかというとですね90から65ナノメートルプロセスでは配線材料はですねアルミから銅配線に移行すると。
これなぜかというと、銅配線の方がメッキしやすいわけですよ。配線しやすいわけですね。まだまだ二次元的な構造ですよ。でここ45から32ナノメートルプロセスですよ。銅配線がもう本格的に採用になりまして、メッキ配線が有利になると。そしてゲートが HKMG というですね、積載構造にどんどん3次元的になってくると。ゲート部にチタンとですね、耐電圧が、要するにリーク電流を発生しないような金属が採用されるようになるわけですね。ここまでがプレーナー型の限界、要するにこの構造の限界が訪れるわけでございます。22ナノメートルから14ナノメートルプロセスでございますが、ついに 3D 化しましたね。フィンフェットですね。構造になると。ARF 液振度光ということで、ARF 液振度光もですね、キャノンさんとか作ってますけど、1台100億円になると。100億円になるわけですよ。1台の装置です。これ何台も置かないといけないということで、露光装置だけで1000億円ぐらいの投資が必要になってくるわけですね。ということは、多くの仕事を受注しないと、この露光装置の装置費用を払えなくなるということで、脱落していく企業が出てくるわけですね。さらに 3D 化しないといけない。プロセスが難しくなると。投資競争が苛烈になってくると。はい、脱落、インテルも脱落と。14ナノメートルはさらにこれですね、鋭利になりますよね。続いて10から7ナノメートルですね。複数の配線形状になってるわけですね。複数になってるでしょこれ。ということは、そこから多くの電流を複数の配線に分けて流せるようになってるわけですね。そして EUV 露光装置ですね。それが必要になってきたわけでございます。最低200億円ぐらいしますので、アベノマスクもビックル価格でございますので、投資がさらに莫大になってですね、より脱落していく。そして2ナノメートルプロセスでございますが、こんな感じでトランジスタの構造が上に伸びていくと。ということは、いっぱいこのトランジスタを構成すると、1回でこれ作れませんから、複数工程あるわけですね。積み上げる配線が複雑、ニアリーイコール工程が膨大になりますので、コンタミがそこで発生しちゃったら、もうそこでダメだよって、ぶどまり上がりませんよってことになりますと。つまるところ、ね、微細化って言われるんですけども、単なる微細化では全くございませんと。なるほどと、だから難しいんですね。微細化とともにトランジスタ構造が半端なく複雑化しました。電圧とリーク電流を考えると 3D 化せざるを得ないわけですね。しかしながら、この構造が、複雑化してると言ってもですね、作り方はですね、基本的に同じなので、そこをご理解いただくとより分かりやすいかなと。二次元的にトランジスタを構成してた90ナノメートルでございますが、これで事足りていたわけですよ。しかしながら3次元構造になってくるとですね、この構造がこんな感じで縦に伸びるわけですね。いっぱいこの構造をどんどん作らないといけないと。つまるところですね、もちろん工程は爆増すると。そして微細化すればするほど工程は雪だるま式に増えるわけですね。しかしながらこれはですね、半導体製造装置メーカーにとっては吉報でございまして、この工程をいっぱい増えるわけですが、いっぱい洗浄しないといけないと。いっぱい露光しないといけないわけですね。ということは投資が膨大になるわけですね。嬉しい、儲かってしょうがない。これが半導体製造装置メーカーの美味しさでございます。さらに加工精度がもうめちゃめちゃ細かくなるわけでしょ。精度が要求高まると。半導体製造装置がバカ高くなる。ここにゆえんがあるわけでございますと。皆さんご理解いただいた通り、この構造の製造方法を理解すれば、より半導体業界の視界が晴れるわけですね。なるほどと、トランジスタの作り方、この基礎だけ学べばいいと。ということで、トランジスタの製造方法に入っていきたいと思います。やっとかと。やっとトランジスタの製造方法かと。しかしながら、今の半導体業界を理解していただくためには、これ全部理解しないとですね、よくわかんないですね。スクリーンのホームページから持ってきております。スクリーンさんの半導体製造装置がどこに使われてるかっていうのもここに表出しさせていただきました。まず洗浄します。スクリーンさんいっぱい持ってます。シェアナンバーワンですから。そして精膜でございます。精膜も実はね、スクリーンさん持ってると。そして精膜後の洗浄、スクリーンでございますと。そしてレジストトフト。クォーターデベロッパーでございますが、クォーターデベロッパーもスクリーン持ってるんですね。そして次、露光でございます。露光はさすがに持ってないですね。で、現像ですね。クォーターデベロッパーですから、現像持ってると。エッチングでございます。不純物注入、イオン注入みたいなものですね。そして活性化すると。光を当てて活性化して、この回路を描いてあげると。最後はレジスト剥離洗浄、もちろん持ってますということで、わずか10工程ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10工程を繰り返すことで回路を実は半導体というのは生成できてますよと。
これを繰り返してる。で、その繰り返す中で化学反応とかが違うといろんな回路を作ってると。そういうことでございます。じゃあ工程ごとに見ていきましょうと。まずは洗浄でございます。とにかくきれいにする。もうこれが求められてると。もうコンタミがあることによって回路ダメになりますから、例えばですね、ソニーさんの CMOS でございます。もうソニーはですね、気違いです。気違い。いい意味で気違いです。どれだけ品質不良があるかっていうですね、品質担保。要するにその CMOS というものはですね、画像を当ててですね、それを映像にするわけですから、一つでも不具合があるとそこ欠けちゃうんですね。だからここの品質をどういうふうに上げるかっていうレベルがですね、他の半導体メーカーと2次元も3次元も違うと。やばいです。ということで、綺麗に洗わないといけないわけですね。出荷前にも洗浄を行います。ウェハーメーカーも洗浄を行うんですが、なぜウェハーメーカーで洗ってきてるのに再度洗うかっていうと、例えば容器が樹脂であったり空気に触れちゃうんですね。なのでコンタミがどうしてもできちゃうと。最適に洗うには万葉式を採用すると。バッチ式と万葉式がありまして、万葉式っていうのは1枚1枚丁寧に洗うということでございます。バッチ式が50枚とか25枚一気に洗いますので、万葉式の方が最適に洗うことできますよね。一気に洗う方式をバッチ方式と呼びますと。続いて精膜でございますが、酸化膜や窒化膜を生成すると。このウェハーありますね。はい、入ってきました。そこにこういう風に酸化膜を生成するわけですね。これが酸化膜になっております。続いて精膜後の洗浄、またきれいにしないといけないですね。また洗うと。またお前出てきたかと。もう半導体製造工程はですね、400から1000工程ございますが、3割ぐらいは洗浄工程になっている。300工程も洗浄になってますね。次の工程に対しての影響を取り除くためにもう洗いまくると。この酸化膜の影響がですね、次工程に与えちゃいけませんので、とりあえず洗うと。多くが薬液プラス超純水を利用して洗浄する。この超純水も日本強いんですね。素晴らしいと。回路を描く工程である露光でございます。次は精膜したところに回路を描いてきますよと。まずはレジスト塗布ということで、これは光に反応する材料を塗布する工程でございます。写真と同じで光が当たった分だけ反応させる。まあ逆パターンもありますね。こういうようなですね、回転ピャーって回転させてレジストを均一に広げてあげると遠心力を使うと。ピャーとレジストが乗ると。ピャーって名古屋弁ですけど。EUV の観光剤は日本が独壇場でございます。独壇場。これ日本超強いよ。だから韓国もやめてよみたいなことを言ってきてるわけですね。続いて露光でございますが、光を当てる工程でございます。最新鋭の露光装置は400億円ですよ。400億円とすごいね。当時ですね、ホリエモンが球団買いたかったじゃないですか。あれ300億って言われてますから球団買えるやんけみたいな、そんな感じですね。で今運営資金60億とか言われてますから、いかにその露光装置高いかですね。で間違ってたら申し訳ないんですけど、 ASML の半導体露光装置の粗利ですよ、9割と言われてます。360億粗利でございます。めちゃくちゃ儲かるよねって。だからもう一強しか勝たんという、そういう時代になってるわけですね。そしてこの露光するにはフォトマスクじゃなくてフォトマスクですね。レチクルとも言われていますが、ここに回路がありますね。これを焼き付けるわけですね。こんな感じでフォトマスク当ててピャーっと当てると。でこういう感じですわ。こういう感じで、今 EUV 露光装置はですね、ちょっとこういった図ではないので、そこはご理解いただきたいと。今載ってると思います。こんな感じで描写していくよと。でその後現像ですわ。現像ということで、光が当たった意図した箇所を溶かしていきますね。薬液でこんな感じで溶かしますって感じですね。フォトレジストの塗布、露光、現像をして、これを一連の工程をですね、理想工程と呼びますので、理想工程、ここか、これ理想工程だということでご理解いただければ幸いです。EUV 露光装置をもう手に入れるのは至難の業でございますが、マイクロンね、日本に来るじゃないですか。だからあれはもう計算書よしみたいな感じですね。やったぜみたいな、官僚が有能でしたという感じでございます。でなんで2000億も出すのって、いやいやそうじゃなくて、露光装置でこのインテグレートする最新のファブを手に入れること自体が日本にとってメリットなんですよ。そういった技術が日本に来るわけですから。回路に特性を持たせる工程ということで、次エッチングです。エッチの ING でございます。違いますドライエッチングと、レジストがないところをエッチングで削るということでございまして、こういう風に削るわけですね。ドライエッチングだとナノレベルでエッチングできますね。こんな感じで、さらにここエッチングで穴を掘るわけです。そうすると残差が残るんで、残差と汚れでございます。それを洗い流してあげる必要があります。エッチングだけではいけませんので、このドーピングと活性化でございます。リンやヒ素をですね、ここに打ち付けるわけですね。活性化とセットで電気的特性を持たせると。レジストがかぶさっている部分は保護されると。これ何言ってるかっていうと、こういう風にエッチングしたところがあるじゃないですか。でここに対してドーピングと活性化で回路的な特性を持たせると、そういうことですね。そうしないとスイッチングできないわけですから。活性化ですね。これもですね、1000分の1ミリ秒、1万分の1ミリ秒だけ光を当てるみたい
たいなことをしてるそうで、このスクリーンさんが持ってる活性化装置あると。すごいよね。そこで何千度にするとかですね、ようわからないことをやってましたね。打ち込むエネルギーの大きさ、素材で反応する深さや特性が変わってくるわけですね。レジストがかぶさってる部分は保護。何を指してるかっていうと、レジストがこういうふうに、ここですよ。かぶさってる部分は保護されるので、この電気的特性を持たせないことができるんですね。じゃあなぜ持たせないかっていうと、後で先ほどレジストがあったところをレジストを取ってあげて、後で反応させることによって違う特性を持たせることによって半導体のスイッチングを行うことができるようになると。そういうことなんですね。なので大まかのさっきのね図があったと思いますが、トランジスタ構造ありましたが、あれは変わらんよと。同じことを繰り返すだけだよ。大きな流れは同じですが、物性やエネルギーでこういった操作をしていって回路、いろんな回路を作っていくということでございます。レジスト剥離と洗浄でございます。最後の工程でございますが、このレジストいらないんで、レジストを取り除く。アッシングによってレジストを剥離する場合は、イオンプラズマなんか当てるわけですよ。そうしてレジストがピヤーンって飛んでくんで、こういう感じで紫のところですね。これいらないと。しかしこういった飛ばすとですね、廃化することによって残差が残るので、また洗う必要があるわけですね。また洗浄が必要になると。これスクリーンとか東京エレクトロンが必要になるということでございます。ということで、一連の流れでしたね。洗浄からレジスト剥離まで。そして洗浄と。さらに先ほど2ナノメートルの回路ですね、トランジスタ構造を見ていただいた通り、上にこれを積み上げていきますから、上に積み上げるときに CMP ということでですね、平らにしないといけないですね。この平らにする工程が必要になりますので、エバラさんの CMP 装置が必要になってくると。これはもうエバラさんとコラボして別の動画が上がってますので、ご視聴いただければ幸いでございますと。回路形成と平坦化ですね。CMP のことを平坦化と言います。これを繰り返して、ああいったね、2ナノメートルとかいうものをやっていくと。ビルのような構造、いやそれよりも複雑な半導体回路がこういった一連の工程で形成されると。そして極めつけはですね、このトランジスタです。ここの構造も今 N3 って言われてるものですね。こういった構造ですけど N2 2ナノメートルぐらいこうなると。そしてさらに N1.0 と、そして N0.7 という回路ももうこうなるぞということを言われてるわけですね。トランジスタ構造もどんどん複雑化していきます。回路形成工程が青天井に増えていくわけで、もうよくわからんと。つまり洗浄装置需要もですね、爆増すると。じゃあどのくらい増えるかっていうことを表出しすると。このスクリーンさんですね。スクリーンさんに就職考えてる方はコラボしてるんで、忖度で言わさせていただきますが、スクリーンさんの工程めっちゃ増えるんで大丈夫ですと。まず今ね、10から7ナノメートルぐらいこんな感じですよね。で、2ナノメートルぐらいだとこんな感じです。構造が複雑化すると。水面がこれで垂直面ですね。こういう垂直面。そして複雑構造内の面があります。面を形成していくわけですから、洗浄が増えると。そして将来どうなるかってこうなります。これニアリーイコール洗浄工程ではないそうですが、0.7 掛けぐらいと言われてましたが、これですから10倍ぐらいになるんじゃないかなって感じですね。表面の数がこれだけ増えるわけですから、もうスクリーンの仕事も爆増するということですね。じゃあスクリーンは将来を見据えてどういうような装置を作ってきたか。もうスループットにこだわって、要するにいっぱい洗浄しないといけないんで、いっぱいウェハ洗わないといけないわけですね。そこで SU3400 でございますと。毎時1200枚を処理できます。すごいですね。1200枚洗えると。これなんでそんなに洗えるかっていうと、ここに棚があるじゃないですか。で、1、2、3、4、5、6。ここの一つ一つが洗浄するチャンバーになってるわけですね。それがここに2タワー、裏に2タワーということで、計4タワーの24チャンバー持ってると。フットプリント。フットプリントって置き場所ですね。さらに小スペース化してるし、保守メンテですね。ここを保守メンテしていっても、他ずっと動いてるんですね。保守メンテの時もスループット変わりませんと。どことは言いませんけども、スループット負けねえぞと。かかってこいと。どことは言いません。その他にも、コーターデベロッパーを持ってますよ。どことは言いません。これもライバルですね。コーターデベロッパーの技術者とも話をさせていただくで、非常に和気あいあいしてましたね。僕たちは和気あいあいとしてるから、新人祭も楽しいと思うよ、みたいなね、おっさんが言ってて、本当に和気あいあいとやってそうだな、みたいな。これだったら、パワハラとか皆無やろうな、みたいな感じでしたね。非常に風通しのいいような職場だと思います。そして 200mm ウェハーの洗浄ですね。パワー半導体ね、200mm 増えてきますと。先週、東芝さん言ってきましたが、300mm ウェハー作ってます、みたいなことね、今作ってましたね。ここも投資活況ですと。さらに、フラッシュランプアニールですね。エッチングじゃなくて、エッチングばっかだなと思う。イオン注入のところですね。イオン注入の後、活性化しないといけないですね。それフラッシュランプアニールという装置があるんですけど、これもやってますよという感じでございます。300mm 以外の洗浄装置とバリエーションも保有してますと。いいでしょって感じ
感じですね。洗浄工程の最前線や技術動向はさすがに今回はもうここから話することはできませんので難しいですね。スクリーンの強みや弱みも工場見学行って非常に良かったですね。良かったところもあると。特にですね、もう生産技術部が立ち上がってた。まあ今までなかったんかいっていう話ですけども、逆にですね、できて新しいと5年ぐらいですということで、もうインテグレートをですね、製造現場非常にかけてましたね。なのでデータ管理とかもちょっと詳細は言えないんですけど、スクリーンさん次ね、動画コラボする機会があればぜひね、そこにも触れさせていただきたいですね。ということでスクリーンさん待ってますから、杉本部長お願いします。そして反響があればですね、ぜひまたコラボレーションしましょうという感じでございます。今回ありがとうございました。ということで皆さんどうですか？最新の半導体構造もわかるし、そして半導体製造工程もね、ご理解いただいたと思いますと。以上でございます。お疲れ様でございます。ご清聴ございました。もう1時間話してるからもう疲れたわ。そしてスクリーンさんですね、ご丁寧にご対応いただきまして本当にありがとうございました。そしてスクリーンさんだけじゃなくて言わさせてください。山口課長がですね、本当に親身になっていろいろ教えてくれました。ありがとうございました。山口課長はですね、もうスクリーンの母性ですね。素晴らしい。素晴らしいです。山口課長、本当ありがとう。ということで、後工程の製造革新ですね。もう前工程の製造革新、大体分かったと思いますね。で、モアザンムーアって、今の話したところはモアムーアのところでございますと。で、モアザンムーアはパッケージじゃないですか。そのパッケージのナンバーワン企業の東和さんにも訪問してるので、その動画で皆さんね、後工程こういうふうにパッケージ革新するんやってご理解いただきたいと思います。このように、今回は半導体会でございました。その他にも FA 生産技術、自動車、工作機械いろいろやってます。ものづくりに関連がある人、ものづくり太郎に興味を持っていただいた方はぜひね、チャンネル登録いただいて応援してあげてください。ハノハのフィードバックも続々公開していきますと。そして少しでも刺激になればいいねボタンを押していただければ幸いでございます。最後に次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。どうも、こんにちは。本日は大阪ですね。ジェカ店ということで、伝説工業店にお邪魔する予定でございますが、スポンサー動画ということで、パナソニックエナジーさんですね。パナソニックエナジーはですね、2B 領域、要するにビジネス向けの電池を非常にたくさん供給していると。ハノハにも言ったんですが、電力戦略っていうのは今後ますます熱くなるだろうと。というのも、例えば家の太陽光で発電したりとか、風力発電とか、メガソーラーとか、いろいろあるじゃないですか。今までとは違った電力システムを既存の電力システムに埋め込んでいこうっていうことなんですね。しかしそのグリーンのエネルギーっていうのは安定しないんで、電池の重要性がますます今後高くなるということで、パナソニックエナジーさんですね、日本のナンバーワン電池企業でございますので、注目が集まってくるだろうということで、引き続きパナソニックエナジーさんの動画が流れていくと思いますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。次回はおそらくドイツですね。ドイツメーカー売上100億とかじゃないですよ。数千億の企業の工場見学に行ってきたんですね。じゃあ日本の工場とドイツの工場、どっちがレベル高いんですか？それも見てきました。その表出しをさせていただきたいと思いますと。これもお楽しみにお待ちいただければ幸いでございます。ということで本日もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。吉川ちゃんの一言。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。私も太郎さんと先日東芝の半導体工場に行ってきたんですが、初めてクリーンルームに入って初めて知ることや見ることがたくさんあり、とても勉強になりました。皆さんも今日の動画で少しでも勉強になったな、面白かったなと思った方はいいねマーク、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。